皆さん、こんにちは。まなみです。今回はキャンメイクの先行発売していた商品の一部をレビューしていきたいと思います。サムネイルには載っていると思いますが、まずこちらのキャンメイクフィットグロークッション SPF50+、PA3+とスタイリングエッジアイブロウとこのラメマニアです。まずこのクッションファンデーションの商品説明を読んでみます。2色展開になっていて、01番が明るいベージュで、02番がナチュラル、自然なベージュです。実際に塗るときに2色とも肌につけて色をお見せしておりますので、そちらでご確認いただければと思います。2月下旬先行発売予定で、4月以降定番導入予定と書いてありました。今はプラザとかロフトとかでも売っているみたいなんですが、私はメイクアップソリューションで購入しました。追求したのは薄膜、ツヤ、崩れにくさ、透明ツヤ肌仕上げのうるんと水分感をまとうクッションファンデーション。ムラなくお肌にフィットして、厚塗り感のないみずみずしく軽いつけ心地、水、汗、皮脂に強くよれにくい、塗りたての綺麗な仕上がりが続きますと書いてあります。あと11種の美容保湿成分も配合されているそうで、6種のヒアルロン酸、セラミド NP、ナイアシンアミド、エチノール、ツボクサエキス、マカデミア種子油が入っているみたいです。ちなみに匂いなんですけど、毛量の匂いがするくらいです。このスタイリングエッジブローはですね、こちらも2色展開で01番のナチュラルブラウン、自然な色で使いやすいブラウンと02番アッシュブラウン、暗さの中に柔らかさを感じるブラウンが発売されています。発売されているというか、2月上旬限定発売予定だそうなんですけど、このような面白い形のアイブロウペンシルです。眉毛一本一本スッと描きやすい薄型新アイブロウペンシル。厚さわずか 0.8mm。驚きの薄さの板状アイブロウペンシル。極薄なのに芯幅は 4mm と広いので、細い線でもブレずに安定して描けちゃいますって書いてあります。軽いタッチでもしっかり高発色。消えやすい眉尻もバッチリキープだそうです。最後、こちらのラメマニアなんですけど、私はメイクアップソリューションをよく見るんですが、その時にこれを発見して、なんだこれは可愛いぞと思って買うことを決めたんですが、これが01番のアプリコットピューレというカラーで、肌に溶け込む浮かないラメです。3月下旬発売予定と書いてあります。限定とかを書いていないので、定番なのかなと思いますが、とりあえず1月上旬からはロフトプラザで販売していて、3月上旬にショップインにて先行発売予定と書いてあります。で、商品説明が自分の気持ちを上げるご褒美級ラメシャドウ、高輝度高密着、ラメ好きさんに使ってほしい2色入りときめく大粒ラメアイシャドウと書いてあります。そこまで大粒っていう感じではなくて、ラメの数が多くてぎっしり輝くっていう感じなんですけど、ぜひ使っているところもご覧いただければ嬉しいです。ということで、ここから塗っているところをご覧いただきますが、クッションファンデーションをレビューしている際に、丁寧にニキビをアップでお見せすることがございますので、苦手な方はご注意ください。レビューしていく順番はアイブロウをラメシャドウでクッションファンデーションの順です。タイムラインも載せておきますのでご活用ください。今、ファンデーションを塗っていて7時間検証している最中です。こちら側だけパウダーを塗っているので、左右で差があると思いますが、このアイブロウをレビューしていきたいなと思って動画をつけました。この1番と2番をレビューしていきたいと思います。このような形になっていて、もう片方はブラシがついています。こんな感じです。結構尖っていて硬めなので痛いんですけど、その分細い線が描けます。上が01番のカラーで、下が02番のカラーです。で、この先端の尖っている部分は眉中から眉尻まで。で、この平面の部分は眉頭に使うそうなんですけど、このように少しだけ先端を出して使っていきます。まず眉頭はこう描いて、結構しっかりとした眉毛が描けますね。色がつくかなって心配していましたが、ちゃんとつきます。反対のブラシでぼかしていきます。私はやっぱりパウダーの方がふわっとのせられて、しかも尖ったものでこう肌を刺す感じがなくて好きなんですけど、検証のために買いました。こんな感じです。髪の色が赤みが強いので、それに比べるとこの色は黄みが強めだなって思います。反対側も描いてみますね。
下手すぎてびっくりしているんですけど、しっかり色がのります。全然固めだからのらないんだろうなとかって思っていましたが、見てもわかる通りしっかりと乗ってますよね。毛を描くように眉毛を描きたい方には合っているかもしれないんですけど、私はそこまで描くのが上手くないので、これは難しいです。難しいんですけど、こうぼかしてしまえば意外とまとまるので、使えなくないなっていう感じです。色味はこんな感じです。02番の方は黒髪の方に合いそうかなって思います。部屋の中で見ると髪が暗く見えるので、ているように見えるかもしれないんですけど、やっぱり肉眼で見るとこの眉毛の方が黒いなっていう感じです。で、こちらはこちらで黄身が強めの茶髪の明るめのカラーの髪色にしている方が合いそうだなっていうカラーなので、私が好きな赤み系のアイブロウではないです。あとやっぱり描くのは私には難しくて、一本一本描くのが大変で、ぼかすと普通に使えるようになるんですけど、一本一本描いた線っていうのは結構消えてしまったので、個人的にはやっぱりパウダーの方が使いやすいかなっていう気がしました。ただ私は眉毛が細くて柔らかめで、あと薄いっていうのがあるので、このタイプだから描きづらいっていうのはあるかもしれません。毛が一本一本しっかりしている方で、足りないところだけ埋めたいなっていう方はいいのかなって思います。私はもうパウダーでバーッと全体的に描きたいタイプなので、ちょっと描くのは難しかったです。あとこちらもレビューしていきたいんですけど、キャンメイクのラメマニア01番です。このパッケージ見てください。ここにストーンみたいなのがついていて、すごい可愛いんですよ。さらにこのギラギラのラメです。こちらがゴールドっぽい感じで、こちらがピンク系なので、まず装置をしてみますね。あまりわからないかもしれないんですが、下がゴールドで上がピンクです。両方ともシルバー、ゴールド、ピンク系のラメがぎっしり入っていて、上の方がピンクの割合は多いんですが、ラメ自体はすごく細かくてぎっしり入っているようなシャドウです。こちらに青み強めのピンクのマットシャドウでメイクをしてみたので、こちらのピンクシャドウを重ねてみます。少ししっとりしているような質感なので飛ばなさそうかなと思っているんですけど、こんなにぎっしりラメが入っている割には下には飛んでいないです。少しだけ落ちてはいるんですけど、こんな感じで取ってみて、やっぱりすごいキラキラになりますね。ラメがぎっしりと入っているので、しっかり分散されて、このようなキラキラした目元になります。涙袋にこちらを重ねてみます。こんな感じでキラキラになります。これは今日一日つけてみて、目に入るかとか入っても痛くないかを見ていこうかなと思っているんですけど、そんなにラメも大きくないので、痛くはならないかなと思いますが、ファンデーションの検証が終わった時くらいにお伝えしようと思います。こちらはブラウン系のアイシャドウを塗ってみたので、ゴールドを全体的に重ねてみます。こうやって離れてみても肉眼だとしっかりキラキラしているのが見えるんですが、動画だとどう見えているかわからないんですけど、かなり綺麗です。でもこの辺りとかまでラメが落ちている気がするので、やっぱり飛ぶは飛ぶかなっていう感じですね。このシャドウを触った時はしっとりしているなと感じたんですけど、やはりラメが細かいので、それが飛んでしまうのかなっていう気がします。でもそんなに気にならないです。で、涙袋にはピンクを入れていきます。このピンクのラメは涙袋に塗るとそんなにピンクの主張が強いわけではないので、ピンクが強すぎると下には使えないかなって思いましたが、全然問題なく使えています。こう見ていると日常使い向きではないなっていうのがすごい素直な感想なんですけど、特別な時につけるのにちょうどいいかなっていうラメ感、キラキラ感です。かなりラメの数が多くて細かいので、ライブとかパーティー向けかなっていう気がします。ラメはこんな感じでほぼ残っていて、一瞬だけ右目にラメが入って痛いなっていうことがあったんですけど、すぐに気にならなくなったので、目に入って激痛みたいなのはなさそうです。ただ少しこの辺りにラメが落ちているのは見えるので、日中少しだけ落ちることはあるかもしれません。動画だとあんまり見えないですね。こことかにも落ちていますが、左はそこまででもないので、あまり気にならないと思います。まずはいつも通り日焼け止めを塗っていきます。スキン104のヒアルシカウォーターフィットサンセラム SPF50 プラス PA4 プラスです。日焼け止めを塗り終えたら、このベタつきが少し収まるまで時間を空けていきます。
それではどちらの色が合うのか、1番と2番を両方顔につけていきたいと思います。01番と02番です。2番の方が合いそうかなと思うので、こちらを塗っていきます。それでは全体に塗っていきます。昨日ちょっと夜外出する時に使ったんですけど、肌が潤った状態でないと若干ザラつきは出るかなって思いました。なので今日焼け止めで保湿されているのでちょうどよく塗れるかなっていう感じです。で、潤う系の下地とかを使った方が綺麗に仕上がると思います。カバー力はそんなに高くなくて、ローからミディアムの間くらいかなっていう印象なんですけど、頬の赤みはかなり見えているかなって思います。肌の色ムラがそんなに気にならない方用かなって思ったんですけど、結構軽くて、少しだけカバーしてくれるので、カバー力が高いものとか重たくならないものが塗りたいっていう時にはちょうどいいファンデーションかなって思いました。左側に塗ってみました。おでこの赤みも少し透けているのでカバー力がそこまで高くないっていうのがわかるかなと思うんですけど、黒ずみは結構隠してくれています。頬と鼻はこのような感じで、大きい毛穴は隠れませんでしたが、小さいものはほぼ隠れていて、ちょっと中ぐらいの大きさのものは若干見えているかなっていう感じです。ちょっとここの赤みを消したいんですけど、上からポンポンと乗せるとこんな感じです。穴は綺麗に塗れていますよね。黒ずみは少し見えますが、毛穴は埋めてくれていて、今日の仕上がりは結構好きです。昨日塗った時はザラつきが出るなと思ってどうかなっていう感じだったんですけど、ちゃんと保湿した後、そんなに時間を空けずに塗ると綺麗に塗れました。で、スキンケアのツヤがこのくらいで、ファンデーションを塗るとこんな感じなんですが、あまり変わらない気がします。グローなのであまり変わらないかなっていう感じで、このままだと光に反射して毛穴が目立っているので、後でパウダーを重ねていきます。こちらも塗っていきます。結構綺麗に塗れてるのでテンションが上がってきました。やはりグローだからか毛穴がある部分にのせやすい感じがあって、ある程度毛穴は埋めやすいかなって思います。今日はザラつきがそんなに出ていないのがいいですね。昨日は1番を塗ったので、私の経験上明るい色の方が塗りにくいなって感じることが多いんですけど、今日は2番を使っているので、昨日より綺麗に塗れたかなって思います。あと肌が潤っている状態なので、そのおかげか塗りやすいです。あと1点思ったのは、今日朝洗顔をしている時に肌の調子がすごいいいなと思って、つるっとしていて肌のザラつきを感じる部分が全然なかったので、それもうまく塗れている一因なのかなっていう気がしています。両方とも塗り終えました。こんな感じで結構綺麗に塗れていますよね。最近あまり綺麗に塗れないファンデーションを試していたっていうのもあって、それに比べるととても綺麗だなって感じます。毛穴落ちほぼなくて、鼻も綺麗に塗れていますし、なんかこの辺りの毛穴とかも隠せていいんじゃないでしょうか。大きい毛穴は隠れませんでしたね。パウダーを塗っていきます。シャネルのプードルユニベルセルリブレーヌ10番です。この白いパウダーを塗っていきます。このロージーローザのブラシで塗っていくんですけど、これすごい良くて、もう1本買いたいなと思って調べていましたが、これはプラザで買ったんですけど、先行発売していたのか、公式とかで売っていないんですよね。それか人気すぎて売り切れているだけなのか、どちらかなんですけど、このブラシすごいいいです。柔らかいですし、毛量もあってとても塗りやすいです。パウダーを塗るとさらに綺麗ですね。グローなのでどうなのかなって思っていて、テカりやすさとかが私の肌だとどうなのか気になるので、1時間検証をしっかりとしていきたいと思います。左側にパウダーを塗りました。おでこはこのような感じでツヤツヤなのが抑えられてマットになっています。ただツヤ感が少し透けている感じに仕上がっているので、太すぎない仕上がりになっています。パウダーを重ねてもザラつきは出ていないので綺麗にのせられました。で、頬と鼻はこういう感じで毛穴が目立っているのが
パウダーを塗ったことによって抑えられていて、これもちょっとツヤ感が少しだけ透けるような感じです。少ししっとりしているかなっていう気がするんですけど、もう少しだけ重ねてもいいですか？シャラッとさせました。サラサラすぎない感じ、少ししっとりしているくらいに仕上がっているので、パッと肌を見ると綺麗に見えます。やっぱり塗っていないとこんな感じなので、私はパウダーを塗っている方が好きです。ということで、今のところ仕上がりはとても綺麗で気に入っているんですけど、これから7時間検証していきたいと思います。こちらは3時間後の動画です。まだグローって言えるかなっていう感じなんですけど、もう少ししたらテカリに変わりそうだなって思います。こちらはまだサラッとしていて、少しツヤもあるので綺麗です。頬はもともとグローなのでどうかなって感じなんですけど、ちょっとテカリにこの辺りは見えます。で、鼻はテカっていますね。パウダーをした方はツヤかなっていう感じで、こちらはまだサラッとしていますが、このいつも皮脂が出てくる部分はちょっとだけ出てきているので、まだ綺麗なんですけど、やっぱりグローファンデーションということで、皮脂が出てくるのは早いかなって思います。こちらは5時間後の動画です。おでこはパウダーを塗った方もしっとり感が増して、ツヤも少し出てきています。パウダーを塗っていない方は、私の感覚だと意外とテカリっていう感じではないかなと思います。右側の鼻はテカテカですが、頬は意外とテカっていません。左側はテカりやすいほうれい線の部分は皮脂がより出てきているのを感じますが、他はツヤ感が増したくらいでまだまだ全然綺麗です。しかも両方ともヨレや毛穴落ちがないです。こちらは7時間後の動画です。おでこはパウダーを塗った方はツヤが増していて、パウダーを塗っていない方はテカってきています。右側の頬はテカり始めていて、鼻は5時間後と同じようにテカっています。左側は皮脂が出ていた部分がさらに出てきているのと、鼻はテカり始めました。でも特にザラつきが出始めたりとかもないですし、まだ綺麗かなって思います。こちらは10時間後の動画です。おでこは、こちら側はもうテカテカで、パウダーを塗っている方もテカり始めたかなっていう気がします。頬と鼻なんですけど、ちょっとこの辺り描いてしまったのか、多分触ってしまったんだと思うんですけど、ファンデーションが剥げていて、若干ファンデーションの浮きが気になってきました。7時間目まではまだ大丈夫だったんですけど、10時間経つと少し崩れてきたなって思います。この辺りがテカテカなのと、鼻も相変わらずテカテカです。この外側とかも少し浮いてきている感じはあるので、持続力がすごい高いわけではないですね。で、こちら側は、この辺りはテカっていて、鼻もテカテカになりました。で、ただこの外側はまだサラッとしていますが、こちらもこの辺りが少しファンデーション浮きが気になってきたので、白くなってるのが見えるかなって思います。遠くから見ればそこまで気になりませんが、近くで見ると浮いてるのがわかります。で、ティッシュオフをしようと思います。グローファンデーションなので、ファンデーション自体は少しだけ取れます。で、アップで見てみると、毛穴落ちという毛穴落ちはないんですが、白く目立っている部分は増えたかなっていう気がするので、よれて一箇所に溜まってしまう感じがあります。で、この上から塗ってみると、結構毛穴落ちが目立ちますね。パウダーをしている方は、やっぱり重ねるとよれます。なので簡単に直す場合はティッシュオフだけが良くて、しっかりと直したい場合は一度落とした方が良さそうです。
ちなみにおでこはティッシュオフだけでこのようになりました。やはりパウダーを塗っていないとファンデーションが落ちるので素肌がより透けているんですけど、パウダーをした方はそんなによれもなく、綺麗な状態ではないでしょうか。顎は特に直していませんが、少しざらつきがあるかなくらいです。長時間だと崩れとかファンデーション浮きが気になってきてしまいますが、6、7時間ぐらいであれば大丈夫なので、一日中使わない時にいいかなっていうファンデーションです。それではマスクを着用した日の動画をご覧ください。それでは本日も日焼け止めを塗っていきます。塗ってるところは2倍速でご覧ください。それでは塗っていきます。少し時間を置きすぎてしまいましたが、でも毛穴は埋められます。一応少しこすったぐらいでは毛穴落ちしないです。今7時なんですけど、今日外出するんですが、何時に帰って来られるのかわからなくて、もしかしたら遅いかもしれないんですが、いつもは4時間で検証していますが、今日は多分マスクをつけている時間は変わらないと思うんですけど、撮影できるのが遅くなると思います。あとマスクをつけたり外したりっていうのが多くなりそうなので、もしかしたらいつもより崩れるかもしれません。肌を塗っていきます。ちょっとパウダーをつけすぎたかもしれないです。この辺りとかサラサラになってしまいました。目の下にパウダーを塗るときにここがよれてしまったので、擦れには弱そうな気がします。昨日もなんか撮影が終わってから肌を触った時に結構取れるなと思ったので、少し怖いんですがマスク検証していきたいと思います。パウダーまで塗り終えました。全体的に綺麗に塗れています。少しツヤが残っているのも綺麗です。頬と鼻はこのようにとても綺麗ですよね。プチプラだから綺麗に塗れないとかもなく、この仕上がりはとても綺麗だと思います。ということで今日は1時間半後からマスクをつけ始めて、つけたり外したりっていうのが多くなりそうなんですけど、合計で4時間マスク検証をしていきたいと思います。ファンデーションを塗ってからは9時間後で、マスクは4時間半ほどつけていました。この辺りとかはよく触ってしまったので少し剥げていますが、それ以外は綺麗でツヤっとしているかなぐらいなんですけど、マスクをした部分はですね、今日よく喋ったっていうのもあるんですが、結構崩れています。でここだけではなくて、この下も少し剥げていたりとか毛穴落ちしていたりするんですけど、こんな感じで全体的によれて汚くなってしまいました。あと鼻も毛穴落ちしている部分があります。普通より少し激しめにマスク崩れしているかなっていう印象です。マスクの中はこのような感じです。ファンデーションはかなりついていて、やっぱりマスク崩れは多かったので、ファンデーションもかなりついていて、下もこの辺りにファンデーションがついています。
ということで、ここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。